の3月11日以前にですね、宮城県この沿岸で想定されてた地震津波っていうのがあるんですよ。でそれが宮城県沖地震津波って言って、東北沿岸を襲いますよっていう津波が想定されてたんですね。6.4 メートル、南三陸だと最大で 6.4 メートルの津波が来ますよっていうことで、要は消防署というのはもっと 6.4 メートルもずっと山側にあったので、消防署までは来ない想定だったんですね。地震があまりにも強かったんで、本当に 6.4 メートルで済むのかなって思ってた職員もいると思います。もう水門のはるか上を来たので、もしかしてここまで来るんじゃないかっていう恐怖心もあって、当時ね、消防署にあの時に13人です。13人いたんですね。そのうちのね、4人が、ね、消防車を移動させて高台に上がった時にちょうど津波が来て、ね、で残っていた9人はその津波にもう流されてしまったね。で私も車に乗って高台に上がって振り返って消防署を見た時には、もう消防署がね、もう8分目まで浸水して濁流に飲み込まれてたんですよ。なのでもう凄まじい状況でしたね。なかなかあそこで生きてるっていうのはちょっと申し訳ないけど思えないぐらいの、津波でした。もう南三陸の町がもう濁流にね、もう一瞬にしてこう飲み込まれた、自分の目の前で亡くなっていきましたので、その意思をね自分が継いで、よりね安全な南三陸町にしなければならないっていう気持ちはね、やっぱり本当に強くこう思いました。震災が落ち着いて、今度はね私たちもこの地域のために何ができるかっていうことを考えた時に、私は救急救命士ですので、やっぱり防災力の向上なんですけれども、その子どもたちにねもっとこう救急応急処置法を教えたりですとか、それから子どもたちのそうですね、防災教育に力を入れてこの8年間仕事をしてきました。で例えば小学校に行って救急講師をしたりですとか、小中高ですね、救急心肺蘇生法とか外傷処置法も子どものうちから教えてますし、それから中学生になると、外でのご飯の炊き方ですね、そういったのを教えたり、薪の割り方を教えたり、それから消防のポンプの使い方を教えたり、外でのトイレの作り方を教えたり、それから高校になると南三陸町外に出て他の被災地を見るっていうこともしてきました。仕事も消防で防災人なので、やっぱり気持ちの中にね、この津波を皆さんにね、特に若い人たちに伝えていかなければならないっていう思いは強くあります。例えば皆さんもう少しすると結婚して子供もできると思うんですよね。で例えばね、子供を保育所にこう預けておくじゃないですか、ね、皆さん子供ができてね、でその時に地震が揺れて大津波警報が出たとするじゃないですか、ね、その時に迎えに行くんじゃなくて、その預ける時にね、だから先生とよく防災について話し合っておいて、うちの幼稚園はこの高台にね、この何々の丘に避難しますので、お父さんは迎えに来なくていいですよっていう、ね、お話をしてもらえればね、お父さんがわざわざ迎えに行く必要ないじゃないですか、ね、だからそうやって先生とよく話し合って信頼関係を築いておいて、保育所に例えば預けておいた時には保育所の先生に任せてね、子供をちゃんと高台に避難させてくれるから、自分は自分の身を守ろうっていうね、そういうシステムをやっぱり構築しておくことが大切なんですよ、災害の前から、ね、とにかくね、自分の命だけは守るっていうね、その方法を常にこう災害から守るっていう方法をね、こう考えていてほしいですし、
やっぱ防災についてもね、ちょっとこう目を向けてね、たまにこういう災害があったらどのようにしようっていうことをね、やっぱり考えていてほしいなと思います。